おはようございます。ケンです。テスラ株、ここ最近かなり強く反発していますが、結論からお伝えすると、これはまだ途中の可能性が高いです。つまり、底打ちに見えても、もう一段下がるシナリオ、これも十分に考えられる局面です。今、ちょうど400ドル付近まで戻してきていますよね。この動きを見て、もうそこを打ったのではと感じている方も多いと思います。ただ、ここで一番大事なのは、この上昇が本物のトレンド転換なのか、それともただの戻りなのかという点になります。今日のこの動画では、チャートをベースに今回の反発の正体、どこで止まりやすいのか、今どう動くべきなのか、この3つをシンプルに解説していきたいと思います。まず、先週までの流れ、これを振り返ってみましょう。テスラ株はここ数週間、明確な下落トレンドでした。高値を切り下げながらも安値を更新していく形で完全に売りが優勢な状態です。つまり市場としては強気ではなく弱気、これがベースにあったということになります。その中で今週350ドル付近から一気に400ドルまで戻してきました。この上昇だけを見るとかなり強く見えますし、短期的には流れが変わったと感じてもおかしくはありません。ただ、ここで一度冷静に考える必要があります。この上昇、本当にトレンド転換なのでしょうか。まずトレンドの構造から見ていきます。現状、まだ高値は切り下がっています。そして大きな流れとしては下落トレンドの中にいます。つまり今回の上昇はトレンド転換っていうよりも下げの中の戻り、この可能性が高いんです。次に移動平均線を見てみます。短期の20日線は回復してきていますが、50日線や200日線はまだまだ上にあります。特に50日線や200日線はまだ上にあります。特に50日線付近は過去のチャートを見ても戻り売りが入りやすいポイントになっています。今の価格帯はまさにそのぶつかりやすいゾーンに入ってきています。さらに RSI の動きです。4時間足ではすでに過熱感が出始めていて、短期的には買われすぎに近い状態です。一方で、日足はまだ余地がありますが、短期と中期で少しズレが出ている状態です。つまり今は上昇の初動というよりは、すでにある程度進んだ局面と言えます。続きましては出来高も見ておきましょう。今回の上昇では確かに買いは入っていますが、まだ継続的に強い資金が流入しているというほどではありません。本格的な上昇トレンドに入るときはもっと明確に出来高が伴ってきます。現状はそこまでの勢いはまだ確認できません。はい、ではここまでをまとめると、今回の上昇っていうのは強いもののトレンド転換と断定できる材料はまだ揃っていません。つまりそこに見えるんですけれども、まだ途中という状態なんです。ではここからのシナリオを整理します。まず1つ目、400ドル付近で止められて再び下落するパターンです。これは今の流れから考えると最も現実的なシナリオです。2つ目は一度押し目を作ってから再度上昇していくパターンです。この場合は押し目の強さが重要になります。そして3つ目は400ドルを明確に突破し、そのまま上昇トレンドに入るパターンです。ただしこれは現時点ではやや可能性は低めです。ではここで一番重要なのはどこまで上がるのかではなくってどこで止められるかです。この止められるポイントを見ることで今の上昇が本物かどうかっていうのが見えてきます。では投資判断としてはどう考えるかです。今の位置は積極的に追いかける局面ではありません。むしろ一度冷静に様子を見るべき局面です。ここで焦って入るよりもしっかりと反応を確認してからの方がリスクは抑えられると思います。はい、では最後にまとめていきたいと思います。テスラ株は短期的に強く反発していますが、まだトレンド転換とは言い切れない状況です。むしろ下げの途中での戻りである可能性っていうのも十分にあります。だから今は感情ではなく構造で判断することが重要です。テスラは長期的には非常に強い企業です。ただし短期の値動きには必ず波があります。
その波の中で今がどの位置にあるのか、これを見極めること、これが投資で結果を出すために一番重要なポイントです。今後の動きもしっかりと追っていきますので、引き続き一緒に見ていけたらと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。皆さん、毎日の生活の中で洗剤は必ず使っていると思います。この洗剤なんですけれども、実は海を汚す元になっているっていうのをご存知でしょうか。食器や家などはきれいになるかもしれませんが、実は地球を汚している。例えば、ちょっと想像してほしいんですけれども、洗剤の泡なんかを庭の草木にかけようとした時に、それはまずいでしょって思いませんか？ハイターなんかを植物に吹きかけたりはしないですよね。つまり洗剤っていうのは環境にはあまりよろしくないんです。けど今僕が家で使っているナノトップっていう洗剤があるんですが、これは洗浄成分が 100% 植物性なので自然を汚さないんです。しかも洗浄力もバッチリです。さらにもっといいのが、これ1本で家中掃除ができるんです。食器もトイレもお風呂も車だってこれ1本で掃除ができます。ぜひ興味がある方は概要欄にナノトップの公式リンクを記載していますので、そちらよりご覧ください。またナノトップのインスタもありますので、そちらもぜひご覧になってみてください。環境のために自分でできることは自分で取り組んでいく。洗剤をナノトップに変えることで、それだけでも SDGs になります。またナノトップは除菌効果もありまして、50倍の希釈でもコロナやインフルエンザの予防にもつながります。そういった点も魅力としてあります。そしてやっぱり気になるのはお値段だと思いますが、通常販売されている洗剤と比べて圧倒的に安いと思います。そちらも公式サイトからご確認いただけたらと思います。また現在法人様限定でナノトップの無料デモ掃除を行っています。ぜひナノトップの導入を検討されている法人様は、まずはどんな感じなのか体験してもらうのが一番だと思います。全国どこでも行くみたいですので、ぜひ無料デモを試されてみてください。申し込みは僕の LINE の方から連絡いただけたらと思います。僕も予定が合えば足を運んでみたいと思います。正直僕は洗剤はナノトップに変えない理由はないと思っています。ぜひまずはオンラインショップからご覧になってみてください。何かナノトップに関してご質問などがあれば、僕の方でもお答えできますので聞いてみてください。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。